9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオ、ドラム FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度は召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。イギリスウイスキーメーカーディアジオ社が展開するクラウンローヤルの瓶詰め工場が来年2月末までにオンタリオ州アマースドパークで閉鎖されると発表されました。その背景には米国に近い地域への事業移管を図る狙いがあるとされています。今回の決定により地元最大の職場である瓶詰め工場が閉鎖される見通しが立ち、200人近くが職を失う可能性が出ています。労働組合は地元経済に与える深刻な影響を懸念しています。昨今、アメリカ・カナダ間の貿易摩擦が激化しており、アメリカではルカマリアーノ蒸留所を運営する LMD ホールディングスがチャプター11を申請するなど各国ともに影響を与えています。トランプ関税をきっかけにウイスキー業界が揺らぎ始めています。一体どうなってしまうのか目が離せませんね。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。スコットランドローランド地方のセントアンドリュースにあるキングスバーンズ蒸留所が創業以来初となる10年熟成のシングルモルトウイスキーを発表しました。2014年に開業したこの蒸留所にとって10年もののリリースは大きな節目であり、ブランドの成長を象徴する出来事となります。キングスバーンズ蒸留所はこの10年間をシグネチャースタイルの確立に費やしてきました。これまで発売されたウイスキーにはノーエイジのデューコットやファルクリンド、そしてコールタウンがあり、さらに2022年には8年熟成のシングルモルトをリリースしていました。当時は最も長熟の製品でしたが、今回ついに10年熟成が登場した形です。キングスバーンズ蒸留所はウィームスファミリースピリッツの一員であり、このグループは2005年に設立されたウィームスモルトを母体としています。昨年にはグループ全体としてカーボンニュートラルを達成する目標を掲げており、環境意識の高さも注目されています。キングスバーンズ10年は地元産大麦を使用し、バーボンダルをメインに STR 赤ワインダルで熟成され、アルコール度数 46% でボトリングされました。公式テイスティングノートによりますと、香りは優雅で華々しく、夏の花、柔らかなバニラ、アプリコットの香り。味わいは柔らかなファッジにほのかなスパイスが全体に走り、パイナップルタルトとトフィーアップルの層が重なります。余韻は長く、柑橘系の風味と繊細なスパイスの洗練された余韻が続くとのことです。希望小売価格は65ポンド。2025年9月からオンラインおよび一部の専門店で販売が開始される予定です。キングスバーンズの節目のウイスキー、一度飲んでみたいものですね。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日は天京蒸留所から風ファウンダーズリザーブレガシーです。天京蒸留所は
福島県山郡磐梯町の境川酒造の酒蔵内にあります。会津富士とも呼ばれる磐梯山の磐梯西山麓湧水群の近くに位置し、天橋とは李白の詩の一節にある言葉で、大正天皇が猪苗代湖を鏡に例えて天橋と呼んだそうです。県内でスーパーマーケットを展開するリオンドールコーポレーションが新事業として2018年から取り組んできたもので、同社取締役の小池俊介さんによって設立されました。小池氏は留学していたロンドンでスコッチウイスキーと出会い、その後スコットランドで60近い蒸留所を訪れ製法を学びました。準備は着々と進められていましたが、蒸留所の完成が迫った2022年、小池氏は北海道知床での遊覧船事故に遭い、28歳という若さで陽性。小池氏のこだわりが詰まった蒸留所は、亡き創業者の思いを乗せて2024年9月から本格稼働を始めました。風ファウンダーズリザーブレガシーは、創業者小池俊介さんの構想により始動した日本でしか成し得ない熟成実験から生まれた一本。スコットランドの3つの蒸留所から厳選したニューメイクを会津の地に運び、独自の気候風土の下で189樽にて熟成。スコットランドの風と会津の風が交差することで、誰も想像し得なかったブレンデッドウイスキーが誕生しました。これは蒸留所プロジェクトの新章であり、小池氏の情熱とビジョンを受け継ぐレガシー、遺産そのもの。未来を見据えたそれらシステムの構築により、この風は絶えることなく吹き続けていきます。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は赤みを帯びた琥珀色ですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートはレーズンや赤いフルーツのジャム。ミドルノートはカカオにわずかな硫黄香。ラストノートはほのかなスパイスの香りがします。では味わってみたいと思います。口当たりはソフトでボディはミディアム。レーズンやプラムの酸味にオイルナッツのコク。フレッシュなアプリコットからスモーキーな風味が広がります。フィニッシュはビターな味わいに乾いたタバコの葉のニュアンス。落ち着いた甘みとのバランスが程よく余韻に続きます。ブレンデッドですが甘みは抑えられており、樽から来る味わいがしっかりと出ています。気候的にはどうなんでしょうか。穏やかに熟成できるのであれば、中熟から長熟にしていくとかなり面白いウイスキーになりそうです。今回はストレートでいただきましたが、ロックやソーダもいいかもしれません。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストはダグラス・レインからチーズセラーコレクションの第3弾にして最後のリリースになるティモラス・ビースティモスカテルフィニッシュをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。
お相手はシーカーでした。